ないじゃん。完全に壊れているじゃん。わかんねえよ、くそマジックナンバーを書くな。自分を信じてはいけない。はい、おはようございます。盛大に寝坊いたしました。やることなすこと全部シュミエルプレでございます。はい。いや、まあね、起きたんだよ。起きたんだけど、なんかもう布団の上でもう寝起きからもう疲れちゃって全然動けなくてのあれになってしまって。はい。これは無理だなと思ったんで、素直に二度寝して体力回復してから来ました。昨日よりちょっと寝苦しかったんでね、いろいろあって、それはしゃあないかなといったところでございますが、今日もやっていきます。で、今日寝坊して時間がないので、普段とちょっと違う感じで、ちょうど下にテロップ出てますね。寝坊したのでデバッグ会です。これまでにちょっといろいろと直すところとか未実装でここやんなきゃいけねえの忘れとったわ、ガハハみたいなのが見つかっておるので、その辺を潰していく配信になります。ってやつで、その熊のぬいぐるみを置いてるマップのグラフィックを上書きしてしまって、あれ確かあれですね、ライスの実質用に作った新しい内装改変の方のマップで上書きしてしまって、で、もう棚がはちゃめちゃにボロボロになっていたのを直しましたなので、ここね、リプレイでね、見れるはずなんですよ。ちょっと飛ばしますね、メッセージ類が丸々と。これ今一生懸命連打してるので、連打までいいですよ。CG も置いておいて、古いかな。で、この先の、この左の部屋が、ってやつですね。左の部屋が、はい、無事、熊ぬいぐるみコレクションハウスになりましたよ。だけど治りました。ここ壊れてたんですけど、はい。投資プレイ2の時に見つかってめっちゃ恥ずかしくて泣いてたやつですね、私が。治ってよかったねということで。あれ治ってないじゃん。これ直した後リビルドしてないですね。わかるよ、隅ね。緑色の点が映ってるでしょ。セーブ取っときゃよかったじゃん。そしたらお前すぐ、お前絶対直しきったと信じて自分を信じるからダメなんだ。自分を信じてはいけない。出ろか。指が出てる。一旦止めて、多分これはね、簡単な話でね、昨日もちょろっと話したけど、この右下の、この JavaScript つくぶりのコードに変換するやつの変換リストで、ボリューム6のイベントが、エクスクルードリスト、除外対象に入っていたので、ビルドされておらず、JavaScript だけ直したんだけど、つくぶり側のコードに反映されてなくて、だから、四隅のないな。四隅ないな。よし長かった。これでさ、お前、これでまた失敗してた時のためにちゃんとセーブ取っとけべきだったんじゃないか。治ったからいいけど。はい。治った。クエスト2のセーブの分母がおかしい件は治っているはずなんで、これもテストプレイじゃねえかよ。クエスト2に行って。それでもいいよ。で、ここ来て、ここで、1の10で、これバグってるセーブレッターですね。1の11になってんのが1の10になればいいんですけど、ちょっとね、セーブがきすんの怖いんで新しく8に取ってみました。1の10になってるね。よしなった。これね、単純な私のタイプとかじゃなくて、割と複雑なロジックのミスだったんで、これ見つかってよかったなって感じですね。じゃんって話なんだけど、実はこれモンキーテストで見つかったバグがね、残っているんですよ。メモリ忘れて。どうせまたすぐさ、バグのさ、再現になるんだから、お前、ちゃんとしろちょっとどこでもいいんで、バトルだったら、確か、再現するの。いや、もしかしたら、特定のバトルじゃなきゃ再現しないかもしれないけど、ちょうど今、セーブしたやつが、フィールドマップなんで、このまま行きますか。で、セーブだけもう一回して、イベントじゃんセーブして。で、バトル行くんですが、みたいだな。ちょっと負ける必要があるので、ちょっと待ってね、ヒットポイントの変数版見る。しばらくバトルテストしてると忘れちゃうんだよな、変数版。1215。負ける必要があるので、ちょっとヒットポイントをめちゃくちゃ2人とも下げておきます。これ、待機。
死ぬよね。うん。で、負けます。負けました。で、ここでクエスト選択に戻ると安定したままスタックにするというものが見つかりました。スタックしないじゃん。スタックしないじゃん。セーブ13号、ちょっとさすがに、ドロップボックスの中は見られると困るものが映るかもしれないので防いでよ。スクールのプロジェクトはドロップボックスに入れてあるのだ。万が一のデータロスのために。はい。13をコピペしました。ので、テストプレイに持っていくか。これななんか、そうだね。プレイヤー名になるから。ここで再現するかなんだよな。来たわ来たわ。な、な、わかんねえよ、くそ再現したから直さなきゃ。まあね、このデータ自体がね、EGRPG 経由じゃなきゃ作られないとかありそうだけど、まあまあありそう。なんか起きてそうだから直す。なんか起きてそうだから直す。それはなぜかというと、何あの100って怖いな。完全に壊れているじゃん。完全に壊れているじゃん。まあまあまあ、クエスト選択画面っていうのがこれなんだけど、裏で、この UI の状態を持ってる ID、セルステム ID っていうのがあって、今この状態が2かなで、どっかのマップから行って帰ってきたとき、最初にそのセルステム ID が1で、初期化処理が入って、諸々の描画とか初期値を設定した後描画して、描画が終わったら、確か2になって、この選択できる状態、カーソルが動く状態になって、で、こっから、クエストだったら、ここが3番でキャラクター選択ね。3番があって、で、2名決まった直後の、こちらでよろしかったでしょうかみたいな。この、選択後のこの状態が4番なの。で、すでに一部でその設計だったよ。あと、ページの抜けも見つけた。やめて怖いこと言わないでで、まあ、で、つまり、ここで4番で OK って言って、まあ、バトルに行ったってことはクエストに行ってんだよ。ってことは、つまり、クエストに行く直前の、で、行ってらっしゃいって言われて、ここの移動する直前の演出が入ってるタイミングとかで、そのセルステム ID、拠点の状態 ID を1にリセットしときゃ、この先のバトルで何があろうとも、バトルから戻るときにセルステム ID の戻し忘れがあったとて起きないはずなんだよね。つまり、その、フィールド移動の始め方が、こう、いろいろ増えてきてしまった結果、どっかで抜けたってやつです。拠点からセレクトへ移行はかけてる。フィールドエグジットもかけてる。ルーズのとこだけ抜けてる。ので、とりあえずルーズだけ直すんだったら、ルーズだけ直すんだったら、多分なんでね、ちょっとこれ消したままにしとくけど、ここで、マジックナンバーを書くな。セルステムユニットだ。やんで、これで、リビルドして、ちょっと待ちますね。拡大してるからなんかちょっと見づらいな。まあいいけど。今ちょっと追加のサンプル、ここですね。バリアブルなんで変数設定、899番に一応設定するという、望みのものが増えたので、はい。多分ね、これで、治りはするんだけど、治りはするんだけど、これでちゃんと治るはずです。
はい、治りましたね。ちょっと疲れてますね。はい。まあ今日ちょっと遅刻しちゃったんで、全然ちょっと最近の流れとは違うことをしてみました。まあ普段裏ではこのようなことをしており、オフでね。で、なんならオフでも、みたいなこと言ってるから、どうしてみたいなこととか言ってるから。まあだからもうやっぱり人前でコードかけないんですよ。独り言が多くて。はい。まあ。いいんだよ、一人だから。在宅勤務はね、独り言やりたいことやからいいんだよ。まだ空いてると、なんか変な奴が言って、近所の人に言われちゃうんだけど。はい。では、なんだっけ。まあそろそろ配信も終わって、明日は多分また普通に、多分起きれるので、普段通りのお絵描きと、ゲームの投資プレイの方に戻ろうと思いますので、またお時間合いましたら遊びに来てください。では、本日は以上になります。また遊びに来てね。けど、モザイク消すわ。このウィンドウの上に尻尾見切れてんじゃん。こういうのめっちゃ好きなんですけど、皆さんどうですか？なんか、嘘っぽいから嫌いみたいな人も当然いらっしゃると思うんですけど、私は好きですね。殴ってこないんだよなしばらく。ギチギチ